百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の動画です。お元気ですか？やってますか？今日はですね、もし今動画ご覧いただいているあなたが、人知れず、誰にもバレずに、こっそりと剣道を上達したい、強くなりたいと考えているなら、僕と同じ考えているなら、必ず見た方がいいです。もう一回じゃなくて、何度も繰り返し、理解できるまで、実践できるまでやった方がいいです。それぐらい大事な話。それ何かというと、手の内。手の内。手の内。一回ぐらい聞いたことある？手の内の話あります。これができるようになると、あなたの剣道、劇的に変わります。初心者、みんなできない。上手い人、みんな手の内ができてる。そのぐらい劇的に変わりますんで。ぜひ、一緒にやりましょう。今日の手の内のね、動画やろうと思ったのは、実はリクエストが多かったんですよ。リクエストが多かった？手の内を教えてくださいっていうリクエスト？違うんですよ。手の内を教えてくださいなんていうリクエストなかったんですよ。あったのは、強い打ちを打ちたいです。速い打ちを打ちたいです。スナップの効いた冴えのある打ちを教えてほしい。いい音が鳴る打ちを教えてほしい。小手面をスムーズに打てるようになりたい。打ちが遅いと言われます。これらつまり全部手の内ができてるかできてないかなんですよ。お、ちょっとやる気出てきました？手の内。面白そうでしょ？じゃあ手の内ができてる人とできてない人、グッド手の内、バッド手の内。これどうやって見極めるかというと、もう簡単です。打たれると一発でわかります。まず、バッドな手の内。できてない人っていうのは、打たれると鉄パイプかなんかでバシッ、棒で殴られたかのように、バーン！衝撃、重み、痛み、すべてに残るんですよ。残る。ドス。ドスって感じ。音もドコって感じ。部活とかで、あいつの小手もうやだわ。もう面ももうあいつと稽古やりたくないっていうのは、手の内ができてないから。反対に、先生とかで打たれても痛くないよね、先生の内って。痛くないよね。それは何かというと、スパン打った衝撃が、もちろん下まで切ってんのよ。下まで切ってんだけど、スパーンって抜けてんだよね。抜けてる。要するに、短い。時間がすごい短い。スパーン抜けてる。音も全然違うよ。こっちどこできてるのはスパーン。打つ時だけ力が入って、打ったらもう力抜けてるのスパーン。難しいよね。じゃああれゆっくり分かるように説明していくね。グッド手の内はスパーン、スパーン、スパーン。バード手の内はゲー、ゲー、ゲー。ちょっと話それるけど、最初にやったね、小手面をうまく打ちたい人だったらこれだけでもうできるよ。小手面、今やってる小手面っていうのは多分ね、小手、上げて、面でしょ？だから遅い。手の内できてたら、小手打った後に、こう上がってんの。小手打った後上がってんの。小手、面、小手、面。手の内できてれば、面、小手面の面打つ時に振りかぶらなくていいんだもん。もうここできてんだもん。トン、トン、トン。この剣道をね、上達していくに欠かせない手の内。もう大人も子供も一緒だよ。大人の人でもできてない人いっぱいいるよ。子供の人でもできてない人いる。上手になりたかったら、これをみんなでやらないといけない。もしかしたらね、今道場で先生方からね、お前のうちは冴えがないとかね、雑巾を絞るようにとかね、言われてるかもしんない。もうわかんない。僕も子供の頃全然わかんなかった、これ。全然、もう小中高と、もう全然わかんなかった。今でもちょっと怪しい。だけど、実はね、皆さん、もう普段の生活の中で、この手の内やってるんですよ。しかも一つや二つじゃないですよ。結構なところで手の内もう使ってるんです。こちら見てください。グッ手の内、グッ手の内、バッ手の内、バッ手の内、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 グッ手の内、グッ手の内、バッ手の内、
bad 手の内、good 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 手の内、bad 手の内、good 手の内、good 手の内、bad 手の内、bad 手の内、good 手の内、good 手の内、bad 手の内、bad 手の内。ね、みんなできてるでしょ？やったことあるでしょ？ノックするときにガシガシガシってやんないでしょ？コンコン。これ手の内なんだよ。手の内、さえ、スナップ。大丈夫、絶対できるから。じゃあもう少し突っ込んだ説明するね。このハエ叩きを使って。いくよ。まあ、ハエがいます。ハエやっつけるときに、スパーンってやるよね。これも感覚的にわかるよね。スパーン。だけど、いざ剣道となると、こういうことやってんの。こういうことやってんの。なぜか。なんでこうなっちゃうの？これは、ハエ叩きは片手。剣道は両手だからですよ。両手でこれをやんないといけない。両手でこれをやらないといけない。これは手の内。ハエ叩きも、両手でやれって言われたら難しいよ。両手でやれって言われたら難しいよ。しかもここを上げて、竹刀持つみたいに持って、これでハエ叩きやれって言ったらなかなか難しいと思う。でも剣道って実際そういうことなんだよね。ハエ叩きのこれを、剣道のこれ、手の内でやんないといけないんだ。イメージはそういうこと。そういうスパーンを剣道でも両手でスパーンってやんないといけない。ふぅ、これはなかなか難しいわ。ちなみに、ハエがいるよね。ハエ、これ全然ちょっと余談なんだけど、ハエがいます、ハエがいます。で、これやっつけるときに、そーっと近づいてさ、撃つとき、スパーンってやるよね。行くぞー、やっつけてやる、うわー、バシッってやんないよね。だってハエ逃げちゃうもんね。実はこれも剣道と同じなんですよ。ハエがいたら、ふーっと開いてるよーく見てよー見て、立つなよ、立つなよ、飛び立つなよ、飛び立つなよーって言ってスパーンってやるでしょ。相手にできるだけこっちが撃とうとするのを先を悟られないように、相手にこっち迫ってんだよっていうのをバレないようにするでしょ。これ剣道も同じ。実は剣道って講談社の先生になってくると目がね、半開きになってくるの。半開き。これ何かっていうと、相手に撃つ色を見せないんだよ。撃つぞっていうのを見せないためにだんだん目が細くなってくるの。一緒。ハエやっつけるとき目細くするの。撃たないし、何もしないし、スパーンっていうことですよ。この説明は決まったな。まあ僕ね、子供の頃魚屋の息子だったんで、お小遣いがなかったから、ハエ叩きがアルバイトだったんですよ。だから、ハエ1匹10円で、だから小学校の子、スパン、ほらやっつけたって言って、お小遣い、はい、300円。300円で30匹だからね。そんないないから、ハエなんて。はい、30匹やっつけたし、みたいな。いや、それ、死骸はって言ったら、いや、そんなの捨てちゃったし、もうわかんないし、って言って300円もらってたっていう。まあ、それで上手くなったのかな。それがこんなところに役立ってるとは思わなかったけど、もうどこでもいける。スパーン天井もスパーンで、実際の竹刀操作の説明としては、竹刀がまあいずれにせよこう動くんだけど、ここを中心にこう動く。左手を中心にこう動くと、これはダメです。これはバッド。右手、ここを固定して、左手が動いてやる。こういうイメージ。わかる？ここ中心に、こうじゃなくて、右手のここ中心に、左手をこういう感じ。押し出す感じ。わかる？こうか。いくよ。ちょっと突っ込んで言うね。すなわちこう構えてて、ここを中心にして竹刀がこうなる動作っていうのはどういう動作かっていうと、右手の肘で引っ張ってんの。右手の肘で竹刀を引っ張り上げてる。じゃあ右手が強くなってこういう打ちね。ここはできるだけ動かさないで、左手を押し出してやるイメージなんですよ。押し出すと先が立つ。ここを中心に左手を押し出してやるイメージで振りかぶります。まあ、実際には体も動いてるからね。ここを中心に竹刀を、左手を押し出す手首を入れると、ここにね、少しのね、空間ができるんですよ。こう最初構えてるでしょ？締めてるでしょ？ほら、できるでしょ？空間できた空間をまた締め戻す。
できた空間をまた締め戻す。小指と薬指でできた空間をまた締め戻す、締め戻す、締め戻す。わかる？これが手の内だからこそ、竹刀をこう持ってると横から持ったりするとまるでできないわけ。ここのラインに沿ってしっかりまずは構える。イメージとしては固定しとく。これで引っ張ったりしない。固定したまま左手を押し出す。押し出してストン。力抜いてるよ、力抜いてるよ、力抜いてるよ、力抜いてるよ。締める、締める、締める。竹刀を左手を押し出すと、ここに空間が空いた。これを締め戻す。これを締め戻す。これが手の内なんですよ。だから打った後にビヨンと竹刀がパンブルブル、ちょっとブルブルがある。打った後にブルブル、ブルブル、ブルブル。わかる？こう打ってこうじゃない、こうじゃない。わかる？こういう打ちっぱなしじゃない。こういう手の内効いてない。打った後にスパン、スパン、スパン。じゃあ今度こっち向きでもいくね。こっち向きでもいくよ。ここを支点に竹刀操作が行われます。こういう感じ。左手のここを支点に竹刀操作をやると手の内が効かなくなりますよ。こう構えます。悪い例、ここを支点に引っ張り上げる。右手で引っ張り上げる。右手で引っ張り上げる。そうすると右手の強いこう打ちになります。正しくは構えて、正しく構えたらここを支点に、右手のここを支点に左手を押し出す。イメージね。押し出すと、ほら、ここになんとなく空間ができた。竹刀との間に、この辺空間ができてね。この空間を締め戻す。締め戻す。締め戻す。おお、防具打っちゃった。お店に飾ってある防具打っちゃった。左手を前に押し出すと、ほら、剣先上がる。剣先上がる。ここ緩む。ここ緩んだところを締め戻す。締め戻す。パン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 。軽い竹刀使った方が分かりやすいと思う。小学生ぐらいの竹刀使ってパンパンパンと、まずはおさらいからね。もう手にライン描こうって話だったよね。もう手袋してもいいし、直接こうライン描けばいいです。こうライン描いてください。はーい。反対も、ライン。こっち難しいな。こう描きましょうね。こう描いて、よいしょ。柄のラインと手のライン、これを合わせるんだったよね。こう合わせる。でしっかり上から持ってると大丈夫。ポイントは、構えた時はライン合うんですよ。結構比較的みんな合うの。だけど振りかぶった時にこうなる人、緩む人が多い。振りかぶった時に緩む人が多い。これをライン合わせたまま振りかぶれて、しかも肘をちょっと開けるようにできれば、うまく手の内ができるようになります。まずは正しく上から握ること。もう一つのやり方は、正しく握れてると左手と右手をくっつけた時に、ほら、ここにね隙間が開かないんですよ。ここに隙間が開かない。ぴったり合う。正しく握れてない時は、こうなってる時はくっつけると、ほらほらいくよ。ほら、これ止まっちゃう。ここに隙間が開いちゃう。これ正しく握れてない。正しく握ると、くっつけると、ほら、ぴったり合う。初心者こう持ってるね。横から持ってる。このラインが全然あってね。これをこう持った瞬間、その子が剣道上手になります。で、実際の竹刀の持ち方としては、小指半掛け。小指を半分かける。半分かけて、この2本。小指と薬指で結構メインで持つ感じです。あとの中指とか人差し指ってもうほんと添えるだけ。だからこう持ってるとしない。こういう感じ。こう持ってる。こういう感じ。これこう持つんじゃなくて、こういう感じ。で、この2本で持ってる。なんとなくイメージ湧いてきた？できそう？じゃあね、実際手の内をうまく練習するにはどうすればいいかっていうと、これはね、素振りなんですよ。手の内を作るのは素振り。足の動きを作るのはかかり稽古。だから素振りをやるときに、ちょっとこう天井低いんで、座ったままやらせてね。めーん。こういう素振り。1000本やっても手の内は作れません。手の内を作りたかったら、正しく持って、10本でもいいから、振りかぶって、パン打った後スパン、こういう戻りがあるようなスパンスパンよ、力抜いてるよ、力抜いてる、打つ瞬間だけスパン、
あと、よくね、雑巾を絞るって言うんだけど、これがまたね、僕昔子供の頃全然わかんなくて、僕子供の時にね、雑巾をね、こう絞ってたんだよね。だから何を言ってんのかなと思ってたんだけど、雑巾でこう絞るんだよね。これと同じように、こう絞ります。でも、この絞りは意識すると多分うまくできないと思う。こう来て肘を伸ばすでしょ。伸ばす時に勝手に絞れる。勝手に絞れる。勝手にキュッと絞れる。手を伸ばすから勝手に絞れるっていう、それぐらいの気分でいいと思う。あんまり絞る時にグッてグッて、無理よ。無理よ、こんなの。無理だから。ね。自然に腕伸ばして最後、勝手に入る。勝手に入る。勝手に入る。さえ、なるような素振りを頑張ってみてください。グー手の内。グー手の内。バー手の内。バー手の内。今日はこの辺でご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。